ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアのプーチン大統領にとっては秘宝、ウクライナのゼレンスキー大統領にとっては朗報というニュースを取り上げます。それは、アメリカ、ドイツによる軍事支援が一段階上がるというニュースです。前回の動画において私は、フランスのマクロン大統領が装輪装甲車をウクライナに供与することを皆さんにお伝えしました。フランスは決して軍事支援の規模としては大きいものではないのですから、その国が一歩踏み込んだ支援を行うことによって、アメリカやドイツに対しての政治的な影響があるという出来事でした。そして一夜明けて実際にアメリカ、ドイツが歩兵戦闘車をウクライナに供与することを決定したというのです。ウクライナ軍の戦力強化には間違いなくつながるものですから、今年ウクライナ軍が反撃作戦を行う時にもきっと役立つことでしょう。それではどのように伝えられているか早速見ていきます。アメリカとドイツ、ウクライナに歩兵戦闘車供与へ。ドイツとアメリカがウクライナに歩兵戦闘車を供与する。アメリカホワイトハウスが発表した。これによりウクライナの攻撃能力は大きく向上するとみられる。NATO を戦争に巻き込む恐れがあるとして、ウクライナへの重火器供与に消極的だったドイツにとって、今回の戦闘車提供は大きな方針転換となる。ドイツのシュルツ首相とバイデンアメリカ大統領は5日に電話協議し、アメリカ・ドイツ両政府のウクライナへの軍事支援について議論した。アメリカが歩兵戦闘車ブラッドレーの供与に応じる一方、ドイツは同じく歩兵戦闘車マルダーに加え、アメリカに追随する形で長距離の地対空ミサイル、パトリオットを提供する。ドイツのハベック副首相は良い決断だと評価した。戦争が始まって以来、我々はパートナーとの緊密な連携の下で支援を拡大してきた。今回の対応も理にかなっている。ウクライナにはロシアの攻撃から自国を守る権利があり、我々にはそれを支援する義務があるとしている。シュルツ首相とバイデン大統領は声明で、必要な限りウクライナに財政、人道、軍事、そして外交面での支援を提供し続けるという共通の決意を示した。その一環として、アメリカが歩兵戦闘車ブラッドレーを、ドイツが歩兵戦闘車マルダーを提供する。両国は、ウクライナ軍がそれぞれの戦闘車を使いこなせるよう訓練を実施する予定だと声明には記されている。フランスのマクロン大統領は、ウクライナ軍にフランス製装輪装甲車 AMX-10RC を供与することで合意した。これを受け、シュルツ首相に立場の転換を迫る圧力が高まっていた。今回の協議に詳しいある関係者は、シュルツ首相はマクロン大統領が前進したことを受けて行動を余儀なくされたと語った。ウクライナは東部の前線地帯で長く過酷な戦いに直面しており、かねて戦車などの軍事支援を呼びかけてきた。ロシアとウクライナが塹壕地帯で一進一退の攻防を続ける中、ウクライナ軍が様々な部隊や兵器を連携して配備する諸兵化連合戦術を実施するにあたり、装甲車両は重要な役割を果たせるだろう。歩兵戦闘車のマルダーもブラッドレーも、ウクライナ政府に温かく迎えられるだろうが、ウクライナ政府はさらなる供与を要求し続ける可能性が高い。ゼレンスキー大統領は4日夜のビデオ演説で、ウクライナに西側の戦車が供給されていないことに合理的な理由はないと訴えた。ショルツ首相は、ウクライナ向けの支援をこの1年間で着実に拡充してきた。当初は慎重な姿勢を示したが、国内外からの圧力が強まり、防空システムを含む重火器の供与に合意した。それでも、これまではマルダーやより重量級のレオパルト2などの装備を提供するには至っていなかった。今のところポーランドとチェコのみが旧ソ連時代の兵器在庫から合計約280両の戦車を送り込んでいる。ウクライナ軍のザルジニー総司令官は、ロシア軍を侵攻以前の地点まで押し戻すには、少なくとも戦車300両、装甲変異輸送車、戦闘車700両を追加する必要があるとしている。ヨーロッパの大陸側において、ドイツとフランスはそれぞれが、我こそは EU の盟主であるといういわばライバル関係にあります。その中にあってフランスの方が一歩前進したわけですから、ドイツとしてもこれに遅れを取ってはならないという圧力がかかっていたとしても別に不思議なことではありません。また一方において、アメリカが今回歩兵戦闘車ブラッドレーを供給することに至った背景としては、ウクライナのゼレンスキー大統領がアメリカの連邦議会で実際に演説を行ったこと、その影響があったからだと言われています。ウクライナに対してロシア軍が社会インフラをはじめとした様々な攻撃を繰り出して、これに伴って市民生活を脅かし、実際に一般市民も多く亡くなっている。
このような状況下で行われたアメリカ連邦議会での演説を受けて、バイデン政権としてももう一段何かしらの手で軍事支援をアップグレードしなければならないという決断に至ったと言われているのです。ただし、記事でも指摘されているように、戦車は未だに送られていないのも現実です。陸上戦闘において戦車はもはや時代遅れだという人がいる一方において、現実の戦場において主力戦車は明らかにまだまだ重要な兵器です。書類しか見ていない人たちにとっては別に戦車がなくたって歩兵だけでなんとかなるだろうなんというかなり恐ろしいことを言う人もいるようなのですが、砲撃や銃撃といったものが日常的に行われている戦場において生身の人間が前進するのは並大抵のことではありません。対戦車ミサイルがあったとしても一発の砲撃で人間などあっという間に跡形もなく吹っ飛んでしまうのですから、陸上戦闘、特に領土を奪還するための攻撃において戦車はやはり重要な兵器なのです。そうした意味で今回提供が決定した歩兵戦闘車というのは戦車の後に続く補助火力です。砲撃や銃撃といったものがある中においても装甲に守られた状態で少しでも前進することができるわけです。ちなみにこれまでは一体どうしていたかというと、去年の秋に行われたハルキウにおける電撃的な領土奪還作戦において、ウクライナ軍はタンクデサントを多用していました。タンクデサントというのは、戦車に直接歩兵が装甲の上に乗って移動するというものです。これは戦車と一緒に前進することができるというメリットがある一方において、銃撃を受ければたくさんの兵士が一度に亡くなってしまう可能性もある非常に危険な行為です。しかし、戦車と一緒に走り回れるだけの歩兵戦闘車や装甲兵輸送車がないのであれば、そうせざるを得なかったわけです。歩兵戦闘車や装甲兵輸送車のどんどん供給されることによって、そのような危険な移動が減るということは、ウクライナ軍にとっても非常に重要なことなのです。ちなみにアメリカのブラッドレーは現役の兵器ですし、ドイツが供与を発表したマルダーもこれもまた現役の兵器です。ドイツ軍においてはマルダーよりも新しいプーマという歩兵戦闘車があるのですが、こちらの方は整備に手間暇がかかり、ウクライナにおいて常用するのはちょっと難しいと言われています。歩兵戦闘車マルダーは古いからこんなものは役立たずだと言っているような人がいるのであれば、それは現実の戦場を無視した話だと思った方が良いです。また、欧米製の兵器とロシア製の兵器を比べた場合において、同じぐらいの年代に登場したものに関しては基本的には欧米製の兵器の方が一段上の性能を持っていると考えて全く問題ありません。マルダーは古いぞ、役に立たないぞと言っている人たちがいたとしても、実際の戦場においてはマルダーと同じぐらいの世代の歩兵戦闘車と戦うのであれば、基本的にはマルダーの方が生き残る可能性は高いです。しかもこれはあくまでも同じぐらいの世代の話をしていますが、現在のロシア軍はそのような現役の兵器がどんどんと補充されるような状況ではなくて、むしろソ連時代に作られたものを今、改めて再製品として整備し直した上で戦場へ送り込んでいます。ですから、ウクライナ軍にとっては供与される兵器が質が高いのに対して、ロシア側の方で新しく送られてくる兵器は昔のものを再生したものであり、基本的に質が上がってこないのです。ですから全体の傾向として、ウクライナ軍の戦力が強化される方向であるのに対して、ロシア軍の方は質が下がる分を数で補うという図式が成り立つのです。今回アメリカは M2 ブラッドレーを50両供与するという方針のようですが、今後も継続的に送られることによって、戦車は送られてこないんだけどなという問題を少しは解決してくれるかもしれません。そして今日の動画の最後の話題としては、ウクライナのゼレンスキー大統領と岸田首相が電話会談を行いました。これに際して、ぜひともウクライナの首都キーウへ来ないかという招待がされたそうです。日本は今年 G7 サミットの議長国であり、サミットにおいてはウクライナ支援をどうするかというのは間違いなく主要議題の一つです。広島で行われるサミット、その前にゼレンスキー大統領と一度会っておくべきでしょう。少なくとも日本ができる支援というのは2通りあります。まず第一に、難易度が低いのは人道支援、経済支援です。2022年、ウクライナはロシア軍の侵略により、国家経済は大打撃を受けました。GDP は前年比マイナス 30%。多くの国民が国外へ避難していますし、また経済を回そうと思ったとしても電力供給が不安であったり、
農業が全くできなくなってしまっている地域もたくさんあります。ロシア軍が大量にばらまいている地雷処理にはこれから先何年も何年もかかると言われています。ですから、軍事支援をしないというのであれば、今からでも人道支援、経済支援は他の国よりも一歩踏み込んで行って、ウクライナの国民が、今戦っているんだけれども、日本が支援をしてくれるんだなと実感できるレベルで経済支援を行うというのも一つの手です。そしてもう一つの軍事支援については法律の改正が必要です。日本政府は非侵略国、つまり侵略を受けている国に対しての武器弾薬供給ができるように法律を改定しようということを検討しています。岸田首相は検討すると言っている話なので、この検討の中に侵略されている国への支援を行えるようにする法律というのがあるんだそうです。軍事支援をするという決断をするのであれば、少なくともその法律改正を通して自衛隊の退役予定の兵器はいくらでもあるわけですから、それらを渡していくというのは一つの選択肢です。例えば、対空機関砲や改良砲器など防空兵器といったものは、ウクライナにとってはあればあっただけ困ることはないものですし、ウクライナが最も欲しがっている戦車についていても、日本は74式戦車はもはや待機することが決定しており、しかも大量にあります。これらを訓練の上で渡すというのも私は一つの手だと思います。もちろんそれには経済支援や人道支援を行うよりもはるかに高度な政治的な決断が必要なわけで、岸田首相にその決断ができるかどうかというのはかなり怪しいわけです。というわけで今回の動画はここまで。フランスが一歩踏み込んだ軍事支援を行った、それによって生み出されたと思われるのが今回の軍事支援のドミノ現象です。アメリカやドイツが歩兵戦闘車を供与することを発表しました。これらの兵器は同世代のロシア軍兵器よりも明らかに強力な兵器であり、ウクライナ軍が領土奪還作戦を行うときには必ず大きな力を発揮してくれることでしょう。あとはどれだけの数が供給されるかにかかっています。そして、ウクライナのゼレンスキー大統領が岸田首相に対して、ウクライナに来ないかという招待を行っています。今年、日本は G7 サミットの議長国であり、ウクライナ支援をどうするか、より一歩踏み込んだ行動が求められています。あなたは今回の話を聞いてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。